皆さんこんにちは。さて今ですね、先日納車されましたシビックタイプ R、1週間ほど前にねこれ納車されたわけなんですけれども、ドライブの方に来ております。すでに460キロほどの距離を走りました。高速道路もそうですし、今こういった前の道見ていただく通り渋滞をしているような道ですね。ここも含めていろいろとこの車でドライブの方をしてまいりました。今回は納車1週間後インプレッションということで、少しお話の方をできればなというふうに思います。大体どっか行くにしてもこの車を使ってドライブの方に行っていたかなというふうに思います。そのぐらいにやっぱりこの乗りやすい車であるということはもう事実かなというふうに思っています。 GR86 の MT 車私乗っていたわけなんですけれども、もう本当楽しい車ではあったんですけれども、結構ね疲れているとねなかなか乗りに行こうという気持ちが湧いてこない、それだけね激しい車でもありますし、もう一つはやはりこの今一足で発進の方をしているんですけれども、1足の発進、それから2足3足と上げていく時もすごくつながりやすいし、気を使わなくてスッと走れちゃうスポーツカーで非常にパワーがある車なんですけれども、でもすごく乗りやすいっていうところはねやっぱりこれ乗ってて驚くべきポイントかなというふうに思っています。この車市場で一度本当2年半前に乗ったっきり久々に乗ってっていう感じなんですけれども、最初乗り始めの時にも驚きましたが、今もねやっぱり操作しやすいし扱いやすい、これは速い速度域でギュン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 走らせるっていう、それも確かにあるんですけれども、普段使いする中でのこの取り扱いっていうのがすごくねやりやすい車だなっていうところに個人的にはやっぱり感動を覚えているというそういうところかなと思います。 MT の車乗る時って坂道発進がね一番の鬼門になるんですけど、400何十キロで走ってくる中で坂道発進をする場面、緩やかな坂道も含めてあったんですけど、後ろに落ちることはありませんでしたし、あともう一つ言うとこの1週間ずっと走ってきてエンストは1回もなかったですね。そのぐらいに微妙にクラッチつなぎながら半クラでゆっくりと出ていかなきゃいけないみたいな、そういう場面も含めてつながりやすい、エンストしづらい、ピーキーさがないっていうんですかね、そういった部分があって、いや乗ってて本当に楽、それをね感じるところであります。高速道路でね合流加速であったりとか、もしくは料金所からのダッシュとかもちょっと試してみたんですけれども、いやその時のねこのボルテージの上がる感覚っていうのがまたすごいなというところ、これがねあったかなというふうに思います。合流加速の時ってだいたい40キロぐらい制限のところから、そこからぐっと加速をしていくっていう動き方になってくるわけなんですけれども、この40キロっていうところから本線車線の100キロに上げる時に、3速とかでぐっと引っ張る、その時のエンジン音もそうですけども、このトルクの出る盛り上がり感、ものすごい勢いで加速していくんで、車はこうやってガーッて揺れるんですよね。あの辺りも含めてアドレナリンが出まくるっていうね、あの感覚っていうのもすごいなと思いますし、もう一つこの一般道を走っている時に例えば自分が先頭になりましたと、でそしてプラス R モードとかスポーツモードに入れてアクセルをグッて踏んでいく、エンジン回転数を上げてあげてちょっと強く加速をかけてあげると、すごくいい音をブーンとさせてギュッと加速していくんですよね。でそして法定速度の40キロ50キロまで上げてっていうことをやる、それだけでもねすごい楽しめる部分が個人的にはあって面白いなっていうところを感じています。確かにサーキットであったりとか、もしくは高速道路の速いところまで持っていかないとこの車の進化が発揮できない部分っていうのは多分あるとは思うんですけど、今街乗りしているこの環境下だけでもそういった操作だけでこの音を楽しんだりとかトルク感を楽しむこともできるというところ、ここはねすごい部分だなと。西欧ホンダ価格が500万円を切る価格で提供されている、そのこと自体がもう異常なんじゃないのっていうところ、これはもう皆様ご承知というかと思いますけども、私もねそれは思うんですよね。この価格でこのクオリティで本田さん大丈夫なんですかって、利益全然ないんじゃないですかっていう意味ですごい大盤振る舞いな車だなと思います。輸入車でこのレベルの車を買おうとしたら多分700万800万1000万近くまで多分価格上がっていくはずなんですよね。でもこの価格でこの車を手に入れられるっていう、そういったところやっぱりすごいなと。
乗り心地ですよね。段違いの良さだなというふうに思っています。この車、可変差数の方がこの価格帯ながらちゃんと入っているので、コンフォートとかスポーツっていうところで切り替えてあげると、足回りの柔らかさ、下からの入ってくる段差、隆起のさまざまなインフォメーションの雰囲気変えることができるわけなんですけれども、コンフォートで走っていると本当にこういったタイプ R っていう車に乗っていることを忘れるようなすごくいい乗り心地なんですよね。郊外の道だったりとか荒れた高速道路を含めていろいろ走りに行こうっていう時に、道が結構荒れているとスポーティーな車って結構跳ねまくるんですよね。乗っててうわ辛いみたいなことになりがちなのがスポーツカーかなと思っています。 BRZ の STI スポーツ、乗り心地は GR86 よりも優しいんだけれども、でもこれはスポーツカーだねっていう、そういった乗り心地があった。こちらに関してはやっぱりコンフォートにしている状態だとスポーツしていない、下手すると他のコンパクトカー、コンフォートな車、SUV いろんなもの周りにありますけど、そういった車たちと比較しても乗り心地こっちの方がいいんじゃないのと思えるようなものが備わってるっていうことに、私は驚きを覚えて今乗っていると。1週間乗ってきてスポーツ入れていましたし、プラス R モード等々ありますけれども、この各モードを試したんですが、跳ねがねすごくプラス R もスポーツモードも通常のモードよりも跳ねるんですよね。跳ねるんですけど、乗り心地が悪いかと言われると意外とそんなことないっていうのが感覚としてはある。乗り心地悪い車ってさまざまな路面隆起を通過するときに内臓に響く尖った衝撃をガチッと与えてくるんですよね。そうなるとやっぱり辛いんですよ。上矢が跳ねる感覚はあるんですけど、その内臓に突き刺さるようなダメージがありそうな入力っていうのはちゃんとピシッと止められてるんですよね。これが多分ね、この車の足回りのところの許容度の高さを表してるんだと思うんですけど、どのモードに入れていても楽しい。もちろん荒れた路面行くとね、上矢が揺れるんで、やっぱりスポーツモードとかプラス R モードの方が体が上下に動きやすいので、通常走るのはコンフォートが一番楽なんですけれども、プラス R であったりスポーツにしたとしても全然乗れちゃうっていうのがこの車のやっぱり凄さだなというところを感じました。1週間走ってきました。で、燃費ってどうなのっていうところなんですけれど、表示されているところで、10.4 という表示が出ています。で、トリップ B の方、この1回満タン給油した後のところでいくと、一応 11.4 は出ているんですけれども、生涯でいくと今、ここの燃費計上では一応 10.4 という数字が出ています。満タン給油して航続できる可能距離は400キロぐらいはいけるかなと、430、40キロぐらいは満タン給油でちょっと焦らずに走れるかなっていう感じなのでありがたいんですけど、絶対的に見たらね、その燃費はもうしょうがない部分かなと。BRZ、GR86 っていった車を乗ってきたわけなんですけども、着座位置っていうのがやっぱりこちらの方が低くない、もちろんシビックベースなんでやっぱり高い位置で着座していくので、 GR86 とか BRZ のように足を投げ出して座りますっていう感じではない、形ではないんですよね。この意味で運転自体はしやすいですね。見晴らしの良さであったりとか、この視覚のなさ含めてとても運転はしやすいというのがこの乗っていての感想になります。体があんまり滑り込んで寝てないので、このブレーキとかクラッチペダルとかをガチッて踏みやすいっていうんですかね、踏む時に力を入れやすいので、その点はありがたいなというふうに思って乗っているところでございます。ブレーキなんですけどね、すごく自然なフィーリングでバチッと止まれますし、今止まんなきゃいけない場所でぐっと止まりましたけど、もうビタッと止まる、いいブレーキでしっかりと効いてきて、今のようにちょっと速度が出ているところからぐーっと前が赤信号にパッとなったので止まるっていう時にブレーキ踏んでいっても荷物が前に飛び出してこないんですよ。この辺りのやっぱりこの車としてのこのブレーキの調整の仕方というか、ブレーキ自体の良さっていうところも乗ってて感じるところがあって、この意味でもドライブ遠出していきたいなって思えるものになっていると思います。一体あるのはやっぱりその最低地上高の低さっていうところがあって、入ることを躊躇する、そういった商業施設とかがいっぱいあったというところ、その意味でやっぱりちょっとね、気を使う部分っていうのはある。 MT の操作とか、その辺りはだいぶ慣れてきて全く問題ないんですけど、入れる場所であったりとか
寄れる商業施設っていうところがちょっと限られちゃうっていうところがネックだなと個人的には感じているところであります。このシート自体も結構保温性が高いので、今はいいんですけど、夏場入ってきたらおそらく暑いだろうなと、汗かくだろうなと思うと、そういった汗とかが染みてっちゃったりすると多分汚れてきちゃうんだろうなと、そのクリーニング出したらいろいろするっていう方法はあるんですけれど、こういったところをやっぱり汚れてきたら取り替えたりするっていう意味で、パーツっていくらで買えるのかなとか、そういうところもねちょっとディーラーさんに行ったら聞いてみたいなと思っております。何かねそういったパーツ関係の情報とかお持ちの方いらっしゃったら、ぜひちょっと教えてもらえるととても嬉しいなというふうに思うところでございます。ということで今回はシビックタイプ R 納車されて1週間ほどの期間が経過いたしました。さまざまな場所に持っていて乗ったんですけれども、やっぱり興奮する部分とか、この車すごいなって思う部分とか、いろいろな発見っていうのがありましたので、今回はそういった発見であったりとか感動したポイント、こういうところを中心にお伝えの方いたしました。今回の動画面白かったな、参考になったなと思っていただけたでございましたら、よろしければ高評価ボタンだけでも教えていただけると嬉しく思います。チュンチュン TV では今後もこのシビックタイプ R に関する動画の方を出していければと思いますので、よろしければこの機会にチャンネル登録をしていただけると嬉しく思います。ここまでのご視聴ありがとうございました。